ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、ギルドレイドやアウトランド、ペットアドベンチャーのボス戦で頼りになる、ペットとヒーローを紹介しつつ、ジェットの育成を断念した話をしたいと思います。まず最初は、ボス戦などで頼りになる、チームペットの紹介になります。ボス戦では、一体の敵と対峙するので、アリーナ戦やギルド戦と違った戦い方が有効になります。そういった際に最も効果的なチームペットといえば、アルバスになるのではないでしょうか？戦場に連れて行ったアルバスは、準ダメージ攻撃で敵にダメージを与えるので、敵の防御力に影響を受けることなく、確実にダメージを敵に与えることができます。ハロウィーンイベントの魂の釜にて、敵に効果的なダメージを与えることができたペットがアルバスだったことからも、アルバスは、ボス戦に適したペットだということがお分かりになるはずです。続いて、ボス戦で活躍するヒーローといえば、銃がその代表格になると思います。銃の攻撃は全体攻撃ではなく、単体の敵に対して集中的にダメージを与えるので、ボス戦で恐ろしいほどの強さを発揮するヒーローなのです。カーク信者も、以前から銃に興味を抱いていましたが、育成する余裕がなかったこともあり、今までは銃の育成をおろそかにしていました。しかしながら、ギルドレイドに特化したチーム編成を考えた際に、銃を採用すれば、効果的にポイントを稼ぐことができると考えたのです。チーム編成選びで、迷走した話をするよう。ギルドレイドがスタートしてからというもの、ギルドレイド用に、4軍と5軍を選ばなければならないと考えて、あれこれと思案し続けていました。まあ、カーク信者の場合、スキンストーンとグリフに関しては、4軍と5軍に資源を使えるゆとりが一切ありませんから、ヒーローのレベルを130まで育てて、ゴールドを利用して、ヒーローのスキルを育てるだけしかできませんけどね、あはは。そうは言っても、何の意図もなく適当なヒーローでチーム編成を組むよりは、多少なりとも、ヒーロー同士の相性などを考慮した組み合わせを考えた方が良いに決まっています。スキンやグリフの育成が今すぐにできないにしても、4軍と5軍を誰にすべきかは、今すぐにでも決めることができます。そのように考えて、2週間ほど、あれこれと試行錯誤を繰り返していましたが、最終的に、この画像で示したチーム編成にすることにしました。本当は、ジェットを2軍に採用したかったのですが、ジェットの星を育てる難しさを考慮すると、今のカーク信者では、ジェットは手に余るヒーローと言わざるを得ないのです。ジェットのソウルストーンは、ソウルショップでしか集めることができないのですが、低予算プレイヤーにとって、ジェットをアブソルートスターまで育成することは、決して簡単なことじゃないのです。ソウルショップでジェットのソウルストーンを集めるよりも、その他のヒーロー用のアイテムを集めた方が、より早く、1軍から3軍までの装備品の収集がはかどります。ジェットとセバスチャンのコンビが使い勝手が良いことを承知していたからこそ、先週まではジェットの星集めに必死になっていましたが、どう考えても、今はそれどころじゃないということに気がついたのです。この半年間、ソウルショップでジェットの星を集めていたけど、このペースだと、ジェットがアブソルートスターになるのは、早くても2年後だからな。そのようなわけで、今後は、ソウルショップを、ヒーローの装備品収集だけに利用することに決めました。視聴者様の中にも、ジェットの育成にチャレンジされている人がおられると思いますが、これは難易度が非常に高いので、中途半端に取り組むくらいなら、他のヒーローの育成を優先させた方が良いと思います。1軍から3軍までのヒーローがすべてアブソルートスターまで育った人なら、アブソルートスターまで育ったヒーローを選択して、赤色や緑色のヒーローチェストを開封することにより、大量のソウルコインを手に入れることができるようになります。しかし、カーク信者のように、アブソルートスターにすらなっていないヒーローが大勢いるようなケースでは、ジェットの育成まで手が回らないというのが実情なのです。この半年間、なんとかなるかな
と淡い期待を胸に抱きつつ、ジェットのソウルストーンを集めていましたが、どう考えても現状では厳しいと言わざるを得ません。かといって、赤色と緑色のヒーローチェストを開封する際に、すでにアブソルートスターになっているカークを選択する余裕など一切ありませんし、この決断は正解だと思います。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。